どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回の60センチ気候石山岳レイアウト水槽の動画は見ていただけたでしょうか。まだ見ていない方は概要欄の再生リストからそちらの方も見てやってください。今回はその続きということで、大胆に全て引っこ抜いてしまった後継層の代わりになる水草を植栽していきたいと思います。スネールを駆逐するために払った代償は計り知れませんが、それを逆手にとってイメージチェンジを図ります。印象がガラッと変わる水草をチョイスしたので、ぜひ最後まで見ていただけると幸いです。それでは早速やっていくんですが、まずは前回すべて引っこ抜いたロタラマクランドラグリーンとパールグラスの量を見てみましょう。まずはロタラマクランドラグリーン。トレイがいっぱいになるレベルの量です。状態も良くしっかり根も張っているので、他の水槽で使えばすぐに調子を取り戻してくれそうですね。これが組織培養1カップから増えたなんて想像できません。やはり組織培養水草はポテンシャルが違いますね。正直何本あるかわからないくらい多いんですが、少なくとも100本以上、自分の見立てでは2、300本くらいある気がします。トリミングを何回も行ったので脇芽もいっぱいですし、取ろうと思えばいくらでも増やせそうですね。続いてはパールグラス。こちらも同じくらいの量が取れました。一度完全に溶けたとは思えない状態の良さです。このパールグラスは溶けてから成長がリセットされているため、実質3ヶ月程度でこれくらい増えました。さすがの生命力です。CO2 添加なしでも育てられる水草代表は伊達じゃないですね。パールグラスは茎も細いので、ロタラマクランドラグリーンと同じボリュームではありますが、それ以上の本数がありそうな気がします。300本はくだらないでしょうね。そんな感じで、全く育成状態も問題ない大量の有形層を水槽から引っこ抜いてしまいました。正直ここまで大量になるとストックするにしても全ては無理ですし、もともと水上栽培で育てているのでやり場に困るんですよね。パールグラスに関しては本当は引っこ抜きたくなかったですし、できることなら2つとも違う水槽に使いたいところなんですが、この中にもスネールが潜んでいると思うと再利用は厳しいです。最終的にこの2種類はどうにか利用する方法がないかと考えつつ、バケツに水を張って数日放置していたんですが、以前動画にした腐ったプレミアムモス同様、腐って同じような激臭を放ってしまったため、すべて燃えるゴミにしました。まあ、どうせ溶けてなくても使い道なかったんで、最終的には処分するしかなかったと思うんですが、やっぱりもったいなく感じちゃいますね。水草レイアウト水槽をやっていると、このケチくさい根性が憎らしくなります。時期になれることを祈りましょう。続いて本題の新たな水草を植栽していきます。まずはロタラマクランドラグリーンの場所に植える水草から紹介。それがこちら、ウォーターローンです。まあ予想がついていた方もいるとは思いますが、草原部分はウォーターローンに統一することにしました。そもそもロタラマクランドラグリーンを撤去した理由が、山岳の輪郭をぼやかしてしまうことだったので、新たに背丈が長くなる水草は植えたくなかったんですよね。ということは必然的に植栽し直す水草は前傾層になり、周りに繁茂しているウォーターローンしか選択肢はありません。ちなみに今トレイにお見せしているウォーターローンは水槽内でトリミングしたものです。これだけでは足りないので追加のウォーターローンを使います。こんなこともあろうかとダイソーのガラスポットで半水上栽培していたんです。こういう時にストックしてある水草があるのは助かりますね。最終的には室内で水草の自給自足を目指しているので、その第一歩が踏み出せた気がします。ちなみにこのウォーターローンは同じ水槽内で増えたものを植栽しているので、漏れなくスネールもいます。このポット内ですら生きているんだから、水を抜いたくらいでスネールが死ぬわけないですよね。そんな感じでガラスポットのウォーターローンを追加したものがこちらです。
もう少し多い方が良かったんですが、組織培養1カップ分くらいはあると思うので良しとします。ちなみに使ったガラスポットのソイルはすべて捨て、熱湯で殺菌消毒しておきました。ポットの中にいるスネールにすら容赦はしません。というわけで植栽していきます。ほぼほぼ水を抜いているので作業がしやすいですね。正直ウォーターローンは粘りが弱すぎて水中内で植栽するのは至難の業です。ランナーは積極的に伸ばしてくれるんですが、一向に根が発達しないので、分厚くなりすぎると最終的には自分自身の浮力で天に召されます。ショートヘアくらいしっかりしてくれればいいんですけど、前傾層は粘りが弱い水草が多いんでしょうがないです。こうやって見ると完全に田植えですが、ショートヘアよりも畑が短い分、植栽はシビアですね。エビなどに掘り起こされることも考えると、葉が埋まってしまうことは恐れずに、しっかり奥まで入れ込んだ方がいいと思います。水草って結構埋まってても成長してくれるんで、そこまで心配する必要はありません。そんな感じでなんとなく等間隔に植えて終了。やっぱりもう少し量が欲しかったですね。今考えると前傾部分のウォーターローンをカットして剥げた部分に移動させておけばよかったのにと思います。この時はそれどころじゃなかったんでしょう。ウォーターローンを植栽したら注水を行っていきます。なんで先に注水をしたのかというと、パールグラスを引っこ抜いたところの土留めがしっかりできているかを確認するためです。本当は水上で植栽した方が楽なんですが、植栽した後になだれてまたやり直しとかになると悲惨ですからね。この時にウォーターローンが引っこ抜けないかもついでに確認しておきます。山岳の頂点まで水を張りましたが、幸いソイルがなだれることはありませんでした。というわけで満を持してパールグラスに代わる水草を植栽していきます。それがこちら、エアーグラスです。こちらは以前動画でも登場した水草ストック水槽に植栽しておいた組織培養水草です。とある計画に使用する予定というのはこのことだったわけですね。植栽して日も浅い段階でこの植え替えを行ったので、ほぼほぼ組織培養カップに入ってたままの状態です。ランナーが伸びている気配もありませんし、そのままカップに入れておいてもよかったかもしれません。まあ、水槽内に入れておけば、ある程度維持できることが証明できたので良しとします。水草ストック水槽はこんな感じで、エアーグラスがあった場所だけ歯抜け状態です。また今度違う水草を植栽しようと思います。それでは植栽を行っていきます。エアーグラスはそこまで浮力もなく、畑も結構あるので、ウォーターローンより植栽しやすいですね。ただ、やっぱり水中よりも水上の方が作業は楽な気がします。割と量もあるので、少し密度高めに植えていってます。ちなみに、このヘアーグラスという水草は、よく前傾層に使われるショートヘアーグラスと違い、結構長くなるタイプのものなので、後傾に植えても埋もれることはないと思います。ロングヘアグラスという名前で流通しているものもあり、正直違いはわからないんですが、とにかくショートヘアよりも背丈は高くなります。なんでこの水草をパールグラスの代わりに植えようと思ったのかというと、山岳レイアウトの輪郭を損なわず、キプラミンに耐性があるからです。パールグラスは細かい葉で山岳のスケールに合った茂みを作ってはくれるんですが、成長速度が速く水面にすぐ到達してしまうため、傾斜の高い部分に植栽するのには不向きだと感じました。頻繁にトリミングすれば解決するんですが、そうなると見頃が短くなりますし、何より面倒です。ロタラマクランドラグリーンを思い切って引っこ抜いたのも、山岳の輪郭を際立たせるヘアグラスをチョイスしたかったからだったわけですね。もう一つのキプラミンの耐性に関してですが、厳密にはこのヘアグラスで試したわけではないんですが、30センチキューブ水槽に植栽していたショートヘアグラスが全く問題なかったので、こっちも大丈夫だろうと思って採用しています。もし枯れたら悲しいですが、その時はその時です。というわけで、全ての作業が終了した状態がこちら。だいぶすっきりしたのではないでしょうか。
以前は見えていなかった中央奥側の気孔石も若干見えるようになっていい感じだと思います。ただ上から見てみると本当にみすぼらしい感じになってしまいました。特にウォーターローンは前景から中景までしっかり反模している分、奥の剥げ具合が強調されて悲しいことになってます。エアーグラスの方はまだ植栽したてなので、正面から見ると山岳に隠れて全く見えません。後景の有形層が全てなくなったため、ルドビジアスーパーレッドの存在感がひときわ増してます。トリミングを繰り返して葉が小さくなっているとはいえ、背丈も伸びてきたのでそろそろまたカットしないといけないですね。そんな感じで山岳レイアウトの第2次スネール対戦の準備は整いました。ここまでの流れを見ると、レイアウトのイメージチェンジをするために有形層をごっそり抜いたように感じられますが、そもそもはスネールを駆逐するための準備ですからね。せっかく大きな代償を払って周りの水槽は駆逐してるんで、ここでこの水槽のスネールには1匹残らず消えてもらいます。ウォーターローンやヘアグラスが抜けたり溶けたりしないか心配しつつの2週間キプラミン投与は精神的にも疲れますが、ここまでやったならとことんやるので皆さんも見守っていてください。そんな感じで今後のこの水槽がどうなっていくのか気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますのでそちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。